こんばんは。またお会いできて嬉しいです。今日も私の大好きな作家、夏目漱石の書を朗読してみましょう。夏目漱石は、日本文学において非常に重要な作家であり、多くの作品が今でも多くの読者に愛されています。彼の作品には、独特の心理描写や哲学的な問いかけが込められており、時には幻想的な世界を描き出すこともあります。その中でも「夢十夜」は漱石の幻想的な短編集として特に有名です。この作品は漱石が夢の中で見たという10の夢をもとに書かれており、それぞれが独立した話でありながら共通して人間の心理や生と死について深く探求しています。この第三夜もその一つの物語です。この話は漱石の作品の中でも特に不思議で、少し不気味な雰囲気を持っています。主人公である自分が体験する出来事は、どこか現実から離れた夢の中のような、しかし何かしら深い意味を持っているかのような印象を与えます。第三夜では、語り手の自分とその背中にいる子供との奇妙なやりとりが描かれており、その背後には漱石特有の死生観や人間の業、そして時間の流れが感じられます。漱石はこの第三夜を通じて、人間の罪の意識や過去の記憶がどのように影響を与えるのか、またそこに宿る恐怖心を繊細に描いています。ただし、この話がただの恐ろしい夢の描写にとどまらず、何かしらの深いメッセージを含んでいることも感じ取れるでしょう。読み進める中で、私たちは登場人物の心の奥底に潜む感情や、彼が対峙している状況の背後にある真実に少しずつ気づいていきます。しかし、ここで詳しい内容に触れてしまうと、これから朗読する物語の神秘的な部分が損なわれてしまうので、あえて詳しい説明は控えたいと思います。ただ、第三夜の中で漱石が描くのは、決して派手な恐怖ではなく、むしろ静かにじわじわと心に迫るようなものです。それが何か大切なことを示唆しているかのように感じさせられます。雨の夜に、この薄暗い部屋で朗読を聞くというのも、作品の雰囲気にぴったり合っているかもしれません。この物語を通じて、漱石の独特な世界観や彼が抱いていた死や罪に対する考え方に触れながら、共にその不思議な世界を味わってみましょう。では。こんな夢を見た。6つになる子供をおぶってる。確かに自分の子である。ただ不思議なことにはいつの間にか目がつぶれて、青坊主になっている。自分が、お前の目はいつつぶれたのかいと聞くと、何昔からさ、と答えた。声は子供の声にそういないが、言葉つきはまるで大人である。しかも対等だ。左右は青田である。道は細い。鷺の影が時々闇に差す。田んぼへかかったね、と背中で言った。どうしてわかると顔を後ろへ振り向けるようにして聞いたら、だって鷺が鳴くじゃないか、と答えた。すると鷺が果たして二声ほど鳴いた。自分は我が子ながら少し怖くなった。こんなものを背負っていては、この先どうなるかわからない。どこかうっちゃるところはなかろうかと向こうを見ると、闇の中に大きな森が見えた。あそこならばと考え出す途端に、背中で、ふふん、という声がした。何を笑うんだ。子供は返事をしなかった。ただ、お父っさん、重いかいと聞いた。
重かあないと答えると、今に重くなるよ、と言った。自分は黙って森を目印に歩いていった。田の中の道が不規則にうねってなかなか思うように出られない。しばらくすると二股になった。自分は股の根に立って、ちょっと休んだ。石が立ってるはずだがな、と小僧が言った。左がいいだろう、と小僧が命令した。左を見るとさっきの森が闇の影を、高い空から自分らの頭の上へ投げかけていた。自分はちょっと、躊躇した。遠慮しないでもいい、と小僧がまた言った。自分は仕方なしに森の方へ歩き出した。腹の中では、よくめくらのくせに何でも知ってるなと考えながら一筋道を森へ近づいてくると、背中で、どうもめくらは不自由でいけないね、と言った。だからおぶってやるからいいじゃないか。おぶってもらってすまないが、どうも人にバカにされていけない。親にまでバカにされるからいけない。なんだか嫌になった。早く森へ行って捨ててしまおうと思って急いだ。もう少し行くとわかる。ちょうどこんな晩だったな。と背中で独り言のように言っている。何がと際どい声を出して聞いた。何がって、知ってるじゃないか。と子供はあざけるように答えた。するとなんだか知ってるような気がしだした。けれどもはっきりとはわからない。ただこんな晩であったように思える。そうしてもう少し行けばわかるように思える。わかっては大変だから、わからないうちに早く捨ててしまって、安心しなくってはならないように思える。自分はますます足を速めた。雨はさっきから降っている。道はだんだん暗くなる。ほとんど夢中である。ただ背中に小さい小僧が食いついていて、その小僧が自分の過去、現在、未来をことごとく照らして、寸分の事実も漏らさない鏡のように光っている。しかもそれが自分の子である。そうしてめくらである。自分はたまらなくなった。ここだ、ここだ。ちょうどその杉の根のところだ。雨の中で小僧の声ははっきり聞こえた。自分は覚えず止まった。いつしか森の中へ入っていた。一軒ばかり先にある黒いものは確かに小僧の言う通り杉の木と見えた。お父さん、その杉の根のところだったね。うん、そうだ、と思わず答えてしまった。文化5年辰年だろう。なるほど、文化5年辰年らしく思われた。お前が俺を殺したのは、今からちょうど100年前だね。自分はこの言葉を聞くや否や、今から100年前、文化5年の辰年のこんな闇の晩に、この杉の根で、一人のめくらを殺したという自覚が、忽然として頭の中に起こった。俺は人殺しであったんだな、と初めて気がついた途端に、背中の子が、急に、石地蔵のように重くなった。どうでしたか。心に響く何かが残っているのではないでしょうか。漱石の言葉は、時に静かでありながら深く、私たちの心の奥底に静かに問いかけてくるようです。物語の中で描かれた出来事や登場人物の心情は、夢のように曖昧でありながらも、どこか現実味を帯びていて、不思議な感覚を覚えますね。漱石が描き出した世界は、単なる幻想ではなく、私たちが普段、目を背けているような感情や、心の奥底に眠っているものを浮かび上がらせているのかもしれません。今、
あなたの心には何が残っていますか？あの静かに重たくなる背中の感覚や、子供の言葉が持つ意味について、少し考えてみてもいいかもしれません。時が経つにつれて、この物語がどのようにあなたの心に刻まれていくのか、楽しみですね。ゆっくりと物語の余韻を感じながら、心の中でこの夢の続きをたどってみてください。それではまた。